はい、こんにちは。サイクルショップマティのさくらです。今回もですね、ロードレックスで、奥鬼怒というところにね、行ってきましたので、こんな楽しみ方がありますよということをですね、紹介したいと思います。またですね、走り方のようなものもですね、ちょっと、レクチャーできればと思っておりますので、よろしくお願いします。今回はですね、浅草の駅からですね、特急リバティに乗りまして、会津田島行きに乗ります。そしてですね、川治湯本ですね、そこで降りてですね、で、そこから走っていくと、だいたい90キロぐらい、帰りで走っています。僕、ここのね、鉄橋が非常に好きで、今、この下をね、歩けるようにリバーウォークっていう橋もできてるんですけど、昭和初期にできた関東大震災終わってすぐぐらいにできた橋でですね、他の橋はこのアーチになってるんですけど、アーチはないんですね。で、わざとですね、このようにですね、電車からこう隅田川が景色がよく見えるようにということで、アーチの部分をですね、除いて設計した鉄橋になっています。これができる前はですね、この浅草まで東武線が伸びていなかったので、これができてから浅草が終点になったっていうね、ターミナルになったっていうのがありますね。ロードレックスでこんな感じでですね、舗装路を走るのが、非常にこう、軽快なんですね。で、カタログなんかを見るとですね、グラベル、なんか、こうね、グラベル用だみたいな感じに書いてあったりも、するのか、またそういう説明もあるのかもしれませんけれどですね、あとタイヤも結構太めが最初ついてると思うんですよね。で、ロードバイクをですね、ペダルバイク買う感覚で行くとですね、あるいはそういう知識で行くと、タイヤは細くあるべきで、そうすると楽で、太いのは楽じゃないんだっていうイメージになってると思うんですけど、e バイクの場合はですね、以前もお話ししてますけど、かなりこの低速のところ、20キロ以下ですね、アシストが効きます。ですので、一般的な、これ何キロぐらい出てるの、30キロちょっと出てると思うんですけど、一般的なこのサイクリングのこの速度で考えるとですね、私が今回使っているのは 47C とだいぶ太い、要は幅が4.7センチあるってことですね。だから、ロードバイクのタイヤに比べるとほぼ倍ぐらいの太さなんですけれど、これね、使うと面白いんですけど、ロードバイクのタイヤをこう評価する際って、タイヤ全般そうだと思うんですけど、例えばラバーの質がどうであるとか、コンパウンドがどうとか、その表面のパターンがどうとかですね、チューブレスで、チューブどうなんだとか、なんかそういうところが結構話題になるじゃないですか、性能みたいな。で、タイヤを太くしていくと面白いんですけど、空気圧もね、意外とどうでも良くなってくるんですね。使える空気圧の幅が広くなってきます。で、エアボリュームが出てくると、クッションも良くなりますし、それからタイヤがよくたわむように、要は空気圧下げてもパンクしなくなるので、ボリュームいっぱい使えます。だからですね、そんなにこう、タイヤの質がどうのこうのっていうよりは、もう太さは正義っていう感じです。はい。よくね、なんか軽さは正義だみたいなことが、言われたりもしますけど、ね、こういう景色いいですよね。ススキがね、そろそろこうやっぱ秋ですからね、穂を開いてきて、ただ、ちょっと話がね、どんどんこの場合飛びますけど、今年はなんかやっぱり秋が短かったですよね。今が秋なのか、夏なのか、ちょっとよくわからないんですけど、なんか先週ぐらいまでめっちゃ暑かったのに、急に1週間ぐらいで冷え込んで、ただ、東京にいるとそういう感じだったんですけど、東京にいる人がですね、こういった北関東のちょっとした山、今回、最低値の標高が500メートルぐらいですね。で、一番上が、目的地が1300か1400メーターぐらい。そんなところででもですね、ちょっとこう肌寒い。この日は、なんか曇りがちでしたね。なんか前日、東京もかなりざーっと夜中すっごい雨降った日ありましたよね。昼間かな。はい。あの時は僕は娘と出かけていたんですけど、夕方になったら大変な雨になってきたので、どうしようって言ってですね、慌てて、なんか傘一本でですね、なんか二人でちょこちょこ歩きながら、びちょ濡れになりながらですね、帰ってきましたけど、
この日もなんか晴れとか言ってたのにですね、なぜかこう山の方に近づいてみると雲が厚くなっていて、ちょっと雲がこう切れ目があるとですね、上に青空がバーッと見えてて非常に綺麗で、日が出てるときはこんな感じの景色なんですけども、それは隠れるとですね、一気になんかこう体も空気もちょっと冷えてくるみたいな感じだったので、やっぱり、なんかね、東京にいるとまだまだ暑いなぁなんて短パン T シャツでいるね、人もいるかもしれないですけど、やっぱり山はもうすっかり秋、ね、なんか秋めいてみたいなことが思いますが、秋になってきていますね。で、やっぱり荒川あたりでも風が強くなってきていますよね。秋になると、冬になるとほとんど風が吹かない日はないんじゃないかっていうぐらい、例の荒川峠みたいなね、もう発生しますけど、やっぱりちょっとこう、負荷のかかる時が多いんじゃないかと思いますね。で、もうこんな感じでこう、若干下り基調の時はね、皆さん調子もいいと思うんですけど、まあちょっとじゃあ走り方みたいなね、ちょっとポイントをですね、これ言っていきたいと思うんですけど、まあこう下ってますよね。で、下っててですね、よく、こう事故に遭った映像とかね、上がってきたりしますよね。なんかこう、例えば対向車が来て、外側に膨らんじゃったとか、対向車にぶつかってとかですね、自分でブレーキかけた瞬間に滑って転ぶとかですね。こうやって普通に私も走ってるように見えるんですけど、基本的にですね、この小指、薬指、ちょっと見えると思うんですけど、しっかり巻いてます。絶対にここは離しません。はい。ブレーキレバーは2本で握ってます。油圧ブレーキじゃない方だと、やっぱり上を、握って下るっていうのは相当大変になってくるので、どうしてもやっぱり、リンブレーキなどね、下半を握らないと、安全に下るっていうのはなかなか難しい。このね、景色すごく綺麗ですね。常にですね、このハンドルに荷重をするとかっていうよりはね、常にペダルなんですね。で、下り用のフォームとかは実はないんです。上り用のフォームもないし、普通に平坦の時にも気を抜かずにですね、しっかり回してペダルに体重を乗っけていく。やっぱり、バイクもそうですけどね、オートバイ。ステップに体重を乗っけてしっかりとですね、例えばタンクを膝で握っていないと、やっぱり安定しないですよね。それと同じで、タンクみたいなものはね、ないですけど、やっぱりそこは腹圧をかけて、こうなんですか、インナーマッスルというか、そういう部分をね、使ってですね、体をこう、あまりリラックスって難しいですよね。こう脱力とかね、言いますけど、実際脱力したら何もできませんから、あれ実際に力を抜いてないんですよね。はい。気を抜いてるわけじゃないです。こうやって、なんてことなく走ってる時でも、常に踏む姿勢をとってることがとっても大事なんですね。で、ペダルに常に体重を乗っけてないと、あと薬指をちゃんと握ってる。で、腕も若干こう、肘が曲がって、しっかりとバイクの中心に常に乗るんですね。そうすると、漕ぐこともできるし、下ることもできるし、登ることもできるし、ブレーキをかけた瞬間に、例えば車でもそうですけど、適当に座っててですね、ブレーキペダルだけ踏んだって自分がずるっていっちゃいますよね。ああいう状態にならない。常にドライビングポジションをしっかりとシートに腰をこう密着させてですね。で、ちゃんと車と自分が一体になった状態でペダルを踏むか踏まないかっていうことですね。だから、そういうことに気をつけていないとですね、その一瞬の気のこう、なんていうか、緩みとか、遅れとか、でブレーキレバーだけポンとね、握ってもですね、いきなりコーナーの途中で、ブレーキレバー握っても、多分前が滑ってずるんっていくと思うので、そうなるよねって感じではあるので、そうならないように、常にやっぱこう神経をですね、集中させていくっていうことが大変大事です。はい。こういう車もね、ある程度、こういう時先に活かしちゃうんですね。はい。下りをね、本気で下ったらね、だいたい車よりも速いんですけど、e バイクの場合はやっぱりこう体重と自転車の重量がちょっとした段差をね乗った時もですね、グオングオンとこう体重の何倍ものね、力が自転車と一緒にタイヤにホイールに乗っかりますんで、
僕は結構気をつけていて、e バイクの時はね、そんなに飛ばしません。はい。だいたいロードレックスの 47C、僕が履いてるタイヤだとですね、ブレーキ全部離したって、60キロは出ないですね。だいたい40キロから50キロぐらいのもうほんと前半です。それ以上はもうスピードが全然上がっていかないです。で、この日のね、空気圧はですね、後、これ最後グラベル区間が7キロぐらいありまして、そこを走ることも全て考えた上でですけど、だいたい 2.5 気圧から 2.4 気圧ぐらい。あるいは 2.6。ロードバイクのね、細いタイヤとは違って、最初に言ったんですけど、2.5 でも4でも6でもね、そんなに変わんないんですよ。それから2になったりすると変わりますけどね。もちろん変わりますよ。変わるんですけどね、そこまでシビアになるほどは気をつけなくてもいいんじゃないかなって感じです。で、逆にですね、このタイヤの太さで 2.8 から3ってやっているとですね、舗装路は非常に快調だと思います。でもですね、ちょっと濡れてたとかね、それからコーナーの途中に段差があったり、それからよくね、ありますけど、このグレーチングっていうやつですね。はい、そういう、今の橋と道路のつなぎ目にも鉄板みたいなものがあります。ああいうところがですね、山の中っていうのはドライで、この日の前の日は雨も降ってますからね、降ってるってことは、それがどっか染み出していたりとかして、今もね、左の方が土が黒いですからね、これっていうのはやっぱり水が染みてる証拠ですよね。そういったことがもう一箇所だけあったりする場合もあるかもしれないです。で、車が来たりとか、どうしてもそこのラインを通らなきゃいけないっていうこともありますから、そういう時に常に備えていくっていうことですね。こういったことがですね、やっぱりこのミスを、なんていうか、消していくというか、ミスをしないように、実際にミスが起きないようにしていくっていうね、ポイントだと思いますね。で、このね、僕が今向かってるところなんですけど、奥鬼怒といってですね、鬼怒川、これね、左側ずっと鬼怒川が走ってるんですよ。で、鬼怒川をずっとですね、上流に向かってどんどん進んでいくんですね。で、下流、要は川治温泉からさらに南に下っていくと鬼怒川温泉、一部なんか廃墟みたいなことで有名になってますけど、実際行ってみるとね、もちろん廃墟もあるんですけど、そんなことなくて、全然星野3系の宿とかね、1泊3万5万みたいな宿に、外国人の方とか、それから日本人の方が結構来ててですね、川路にも、星野の宿とかありますけどね、そんなに、なんていうか、廃れ切ってるっていう感じでもないんです。だから、この辺も、川俣温泉とかね、ありますけど、この温泉地を、僕は行くのがね、好きなので、そんなところを、ちょっと今回は走ってみたいということです。で、その鬼怒川のね、奥の方に奥鬼怒っていうところがありまして、で、そこは何かっていうとですね、もう本当に人なんですよ。日本人を守る会とかっていうね、ありますけど、そこにあれが登録されてた、多分登録はされてないのかなされてるのかななんかね、僕はそういう人とか好きなので、人と言いつつ普通に車で行けるところだったりするんですけど、今回のここはですね、夫婦淵温泉、もともと温泉があった場所がありまして、そこの駐車場から先っていうのは、一般車両が入れないんです。ここ、今走ってるところです。ここはね、宿のその人とかね、そういう関係者しか入れません。自転車はですね、この間まで実はダメだったんですけれど、自転車行けるようになりまして、ただですね、その夫婦淵のところに、奥鬼怒かな鬼怒川トレイルライドっていうね、要は入山しますよっていうような紙がありますので、そこにですね、何月何日誰々が山に入るよっていうことで、書き込んでですね、ポストに投函してください。そうするといいですよっていうことになります。あともう一つ注意点としてはですね、やっぱり一般的な常識を守ってくださいということですね。人に迷惑をかけない。これもいろいろありますけどね、ご自身のモラルのに応じて皆さんしっかりやってくださいと。で、なおかつですね、温泉地に行ったらですね、駐輪場に置いてほしいということをね、強く押されていました。駐輪場以外のところにやっぱり止めるとですね、
自転車だけではないですけどね、何かにつけて文句を言う人っていうのはいますので、そういう人からの文句によってですね、いろんなことがなくなってしまうともう二度と戻らないのがね、日本です。まあね、そこに文句を言ってもしょうがないので、仕方ないですけど、そういうことのね、方の文句が出ないように、こちらだけが譲るわけではないですけどね、お互い平和に使い続けましょうということですね、駐輪場を利用していただくっていうことを思っていただければと思います。この間だいたい7キロあって、これなんかね、グラベルでこうやって走ってますけどね、結構大変です。ペダルバイクのグラベルで行くとですね、これなかなか見客の人じゃないとね、難しいかもしれませんね。川路の温泉からですね、だいたいトータルで、もっと登りますね。この日1400メーターぐらい登ってるので、トータル多分1000メーターぐらい登るんですね。下から行くと。はい。で、その最後のところの登りずっとこの間が7キロ、こんなグラベルになっているので、なかなか大変かもしれません。で、マウンテンバイクのね、e バイクで来ると一番楽でですね、もう多分、漕いでるだけでいいって感じです。はい。ただですね、ロードレックスぐらいだと、ちょうどいい気がしますね。はい。なんか大変だけど、そんなに怖くはない。慣れてないと全て怖いかもしれないんでね、そこは僕もここ何度か来ているので、もう慣れてるんですけど、やっぱりちょっとね、手が疲れたり痛かったり、それからずっと登ってくるのでね、腰が痛くなったりもします。そういうね、ちょっとした辛さもね、なんかこう乗り越えていくというのが、自転車の一つの面白さだと思いますね。なので、達成感としてですね、そういうところが記憶されていくのもいいんじゃないでしょうか。自転車そういうもんですよね。で、下りもね、これやっぱりさっき、ね、舗装路のところの下りで下り方って言ってましたけど、舗装路をですね、ちゃんとペダルにこう常に乗って下れないと、こういう砂利道っていうのは下れません。はい。ただタイヤが太くなってグラベルロードでですね、下れるのかって言ったら、怖いと思うんですよ。それから前後のブレーキをどう使うかですね。はい。前を使えばいいのか、後ろを使えばいいのか、両方かけますから、そういうところは今はわからないです。ここでは言いませんけどね、言えないので、経験によってもまた積み重ねていくわけですけど、タイヤがもっともっと太いマウンテンバイクみたいなものから学んでいくといいと思いますね。転びやすい環境、例えば下が氷だったりしたら練習できないですよね。コーナーの曲がり方とか。ですから、できるだけエアボリュームがあって、できるだけ転びにくいもの、ね、ハンドルもあまり低くないもので、やっぱり練習した方が上達は確実に早いです。特にですね、私ももうすぐ48歳なわけですけど、もう年取ってくるとね、新しい技術を学ぶっていうのはかなり難しいもんですよ。もう今までの経験の中でどうにかやるしかない部分も結構あると思いますね。なかなか上手くなるっていうのはね、難しいもんです。なので、そんなにですね、頑張らない方がいいと思います。何かやっぱり自分を楽をさせたり、やりやすい環境、転びにくい環境でですね、スタートした方が楽しみやすいですね。だから、グラベルロードでペダルバイクで、無理していくっていうよりは、もう本当にですね、その対極に言うと、もうフルサスの e バイクでずっと行った方が、もう全然楽ですよ。はい。何もしなくてもいいかもしれない。そんなことはないから。普通にね、漕ぎますよね。で、ここがですね、カニ湯っていうところです。ね、不思議な名前ですね。カニ。何なんでしょうね。よくわからないですね。そう聞いたことはなかったですね。これ、オキヌトレイルライド、こういうのがちょっと前から始まって、コロナ禍からね、始まったんですけど、その前からこのカニ湯のですね、社長さんがですね、ずっとそういうことを考えていていただいて、自転車の人にもっと来てほしいということで、やってますと。やっぱ人を守る会に入ってないのかな。なんかね、人を守る会だとのれんが、のれんじゃねえや、あれだ、提灯がね、あったりしますけど、で、今、この蝶々の家紋っていうんですかがね、ありますけど、これっていうのがですね、やっぱここもそうなんですけど、この地方だとですね、川俣とかもそうですし、それから湯西川なんかもそうですし、川路のあたりも結構そうだったり、
そういうところですね、平家の、落中度っていうの分かりますかね。要は、こう追いやられて、みんなこう、逃げてきたわけですけれど、もう捕まったら殺されるということでね、そういう人たちがですね、いわゆる平家の落中度で、あれってそうか、伝説なので、微妙なのかもしれませんね。僕、全然そういうことに詳しくないので、本当のことはどうかとか、全くわからないし、ちょっとその辺の歴史についての、その年代の歴史の本もほとんど読んでいないので、全くわからないわけですけど、この時もね、他に、来ている方がですね、やっぱりこの、社長さんとお話しされて、名字は何ですかとかですね、平っていう字がつくと、そういうのだったりとかね、なんかこう隠れて、あるいは名前を隠して、身分を隠して、住んでいたんだよ、なんていうふうに言ってたりもなんかしましたね。なんか群馬の方から来られたお客さんとお話しされてました。やっぱり、あとなんか獣系の、今は、なんていうんですか、ジビエっていうね、なんか文化もありますけれど、大体はなんか熊食べたり、鹿とか、イノシシとか、僕結構そういうね、獣系のお肉の味好きなんですよ。牛とかよりはね、豚が好きだったりとか、あと特にイノシシやっぱり美味しい。大田聞いた時もね、あそこの辺の地方ではイノブタっていう種類の豚がいるんですけど、それのね、脂身とかもすっごく美味しいんですよね。ちょっと癖があるっていうのは癖があります。ただ、癖っていうのはね、いずれもそうですけどね、食べ慣れるとやっぱりこう美味しく感じてくるもので、特に僕はイノシシとか、あと、クマはね、微妙なだと、そんなに食べる機会が少ないので、慣れるっていうほどは食べてないんですけど、馬肉とかもね、ちょっと癖あったりしますけど、あと鹿、はい、この辺も結構美味しい。はい、他の動画で言ってるね、裏磐梯のあたりとかも、やっぱり、マタギみたいな文化があるとか、やっぱ熊がこう畑荒らしたりね、しますからね、鹿とか。そういうところでは取ったものをいくらか食べたりとかっていうのもあったりすると。やっぱりね、お肉大事ですからね、タンパク源ですかね。で、ここね、お蕎麦食べてますけどね、お昼前後の時間だけやってます。ですので、お昼ぐらいに行ったら、山菜そばとかうどん、それから天ぷらうどんとか天ぷらのおそばですね。やっぱりちょっとね、この時期だったけど、20度ぐらいしかなかったし、上の方行くとやっぱり気温が、10度って出てましたけどね、ガーミーには。10度まではなかったですよ。15度ぐらいかな。で、体感でやっても12、3度って感じです。そうするとね、ちょっとやっぱり冷え込んできますよね、体が。特にこのもうちょっと紅葉のいい時期、今はちょっとこう木々もですね、大体ところどころなんか色が変わってきてるかなみたいな感じだったりとか、あと、落ち葉が少し落ちていたりとか、あと下草ももう生えるのを終えてですね、例えば笹なんかもちょっと水分が抜けてきて、なんかパサついた感じになって、もうね、さすがに青さ、なんか山の青さもね、少しこう衰えてきているような、抑えめになったような時ですけど、もうちょっと、季節が進んで、ただ本来ね、10月末っていうと結構紅葉にはいい時期で、これ10日、11日なのでね、そんないい時期じゃないですけど、やっぱり翌週、翌々週ぐらいが本来的には北関東のやつですね、日光とか、もう紅葉のいい時期のはずなんですけど、あと2週間でちょっとなんかいい感じになるとは思えないですね。だから、今年あと面白かったのが、都内でですね、もう葉っぱが黄色くなる前に銀杏が落ちちゃったんですよ。そうだったっけってね、思って、で、娘と拾いに行ってですね、あれ拾う人ね、あんまりいないと思うんですけど、大きいやつを拾ってきて、ただ今、銀杏もね、オスの木ばっかりになっちゃってるんですよね。メスの木をですね、植えるとですね、臭いって踏んづけるじゃないですか、みんな。で、靴も臭くなるし、迷惑だって言って、どんどんですね、結構オスばっかり植えたりとか、あと切り倒されちゃって、他の木に植え替えたりとかね、しちゃって、
別に、なんでしょうね、異常並木問題には僕はここでは何も、言及はしませんけれど、イチョウというのは、東京都のね、都の木ですね、イチョウの。はい。なんで、もっと本来はね、結構街路にも植わってたんですよ。なんですけどね、そういうのもどんどんなくなっちゃいましたね。なんか植え替えられちゃいました。で、あとは栗はどうなんだろうな。もう落ちてましたけどね。この道路上の脇にもいっぱい栗落ちてましたけどね。その辺もでも葉っぱはまだまだ全然青かったな。なんかだから僕思うんですけど、これ去年もそうだった気がするんですけど、去年はでもちょっと短かったけどあったかな。なんか葉っぱが色づく前にあっという間になんかシュッとね、短くなんかすぐ散ってしまうのではないかと、はい、枯れてしまうのではないかとこう思ってるので、来週再来週ぐらいどうなんだろう、季節が今日ねちょっと涼しいですし雨も増えてきましたので、間もなく紅葉のいい季節になるのではないかと思います。そんな時でもですね、e バイクめちゃくちゃいいんですよ。何がいいかというと、あったかいものを着たまま走れます。やっぱりペダルバイクでこの道ですね、グラベルあるかどうか、さておきいろんなコースがありますが、だいたい85キロで1400か1500メーターぐらい登っている。なかなかの山岳コースですね。で、こういったところを、普通のロードバイクとかで行くと、テンポで走って、だからベース、このパワーゾーン的にはですね、この e バイクで行くとベースで走れるんですよ。だからほとんど、母言わない。はい。だいたい平均が120拍ぐらいでね、走れると思うんですけど、それが一歩パワーゾーンを上げないといけないですね。だから平均が130から140ぐらいの心拍になってきて、はい。もう一個ギアを踏んでいかないといけないと。それをやっぱり何時間も続けていかないといけないってなってくると、これ結構ハードル高いんですよね。で、そうするとやっぱ発汗もします。発熱もします。そうするとね、やっぱちょっと汗の処理の問題とかがまた別の、ところに差し掛かってくるわけですね。だから脱いだり着たりしなきゃいけないとか、あと汗冷えしたらどうしようとか、で荷物もね増えてきたりするので、なかなかこのね秋冬の時期に20度切ってきた時の遠出っていうのは難しいんです。で、20代30代前半ぐらいの若い人だったらまだまだ体温も高くてね、元気いっぱいだと思うんですけど、もう30代後半から40代、あるいはもう50代近くにこうなってくるとですね、ちょっとしたことで風邪をひくんですね。もう弱くなってきます。弱体化してくるわけですね。で、いちいちですね、そういうところにね、抗っていてもしょうがないですから、しょうがないというか、抗うんですよ。抗うんですけどですね、やっぱり楽しみ方っていうのをちょっと変えていくっていうのも一つ方法だと思います。僕も荒川走ったりしますけど、そういうことによって、このベースの体力とか、あるいは体をね、暑さや寒さに慣らしていくとかっていうことを実行しつつですね、こういった冬の季節には山に行ってですね、e バイクで楽しむっていうのをやったりしています。こういうところをね、ペダルバイクで行くとですね、なんていうか、目的が変わってきますね。だから、走ることが目的で、鍛え上げるみたいな感じの時は、僕も、ちょっとね、この日もね、どうしようかな。ロードで行くのもあるかなって、ここじゃないですけどね、別の場所を考えてたんですけど、やっぱり今、僕がその広めたいもの、ね、楽しみ方として知ってほしいもののランクとしてはですね、やっぱりロードレックスやこの e バイクですね、これでですね、旅をするっていうのは面白いですね。で、この荷物積んでると思うんですけど、約20リッターのバッグに、何やらいろいろ詰め込みまして、今日はこんな風にですね、アルコールバーナーですね、ストーブで、ちょっとコーヒーも飲んでみようかということでですね、やってみたわけですよね。一応ね、ガスストーブも持ってきました。どっちもできるようにしてます。アルコールだとね、なかなかお湯沸かないので、ちょっと、どうかなーなんていうふうに思うのでですね、一応、もし時間がないとき、
やっぱ沸くの時間かかるじゃないですか。ちょっとだけ。ただ、ガス、ボンベじゃねえ、なんだっけ、バーナーですね。ガスバーナーでやったらね、ものの数分で沸きます。あっという間です。なんで一応両方持ってきましたけどね、今回はこんな感じでですね、このアルコールのストーブ。このストーブとね、燃料うちで売ってます。自転車関連のですね、問屋さんで仕入れることができます。ので、これすごくね、いいですよ。まあ、風が強いとね、ちょっと難しいかもしれないですけど、うまいこと、風を、向きを見てあげたらですね、カップラーメン一杯食べれるぐらい。この日はね、カップラーメンも僕持ってるんですね。持ってるんですけど、まあ、お蕎麦食べたので、カップラーメンは家で食べました。はい。で、約ね、荷物がね、5.9 キロぐらい。まあ、約6キロですね。6キロ未満弱ですかね。はい。まあ、だいたい5キロから6キロの間ですね。で、今回水を1リッター丸々持ってたので、おそらくそれで6キロ近くになったんですけど、まあ5キロぐらい。で、水がもしなくて、こういった煮炊きしないようだったら、その分ですね、なんだっけ、充電器ですね。この辺がまあ1キロないぐらいかな。はい。それを入れても、まあいずれにしても5、6キロなんですよね。このね、フィルターね、再利用できるやつなんですよ。金属の。なんだっけな、これステンレスなんだっけな。多分そうだと思いますけどね。これもね、自転車関連の問屋さんから、某東京サイエンスさんからね、仕入れられますので、なんかお近くの自転車屋さんなんかにも注文していただければ取り寄せられると思いますよ。ゴミでなくてね、再利用できるし、エコでいいじゃないですか。まあ、こうね、だんだん日が暮れてきて、まあ、楽しい旅だったなっていうことをですね、感じつつ、まあ、なんかちょっとだけ元気が出るんです。なんか忙しかったり、暇だったり、いろんなことが僕もあるんですけど、まあ、ちょっとね、こういう旅をしてみると、もっともっと皆さんにこういう旅をしてほしいなと元気が出るという、まあ、今回はそんな旅でした。ではですね、最後も必ずこのビールと唐揚げで締めさせていただいて、今回の旅を終わりたいと思います。ありがとうございました。